じゃないってことは、もう確信に迫るぐらい答えが出てきたんです。わこれは間違いなく。皆さん、なんと今日から新シリーズが始まります。お真相究明シリーズがスタートいたします。どんなシリーズかと言いますとですね、ネットで皆様様々な噂だったり可能性だったり、こう囁かれているものを、はるさんに、こう実際どうなのかっていうのをちょっと究明していただこうというシリーズで、今日からスタートさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。キャップの春です。よろしくお副キャップ願い。の翔子です。調査員です。よろしくお願いします。3人で探検隊をやっております。はい。ネットの世界で今ね、究明って一番近いというとね、最近もう過ぎましたけど、8月12日。はい。日航機のやつですよね。はい。以前もね、このチャンネルでも取り上げましたが。結構詳しかったね。やってましたね。オレンジ A の話とかね。ありました。あれって今、元自衛官の人が出てきて、特殊自衛隊かな落ちた直後に、火炎放射器で全部現場の証拠をね、焼いてしまったっていう話がありましたけども、それに対してわざわざ元自衛官の人が来て、そんなことをしてないっていう話になった。それどう思いますか？いやー、一理あるのかなって。やってないと。やってないのかなって。翔子さんそういう方向。あれさ。でもなんで今になって逆に。調査員はそうか。調査なんで、やっぱり。それはそう、私もそこは思ってたけど。調査員はそう考える。そう。でも、翔子さんなんでそう一理あると思ったの？いや、まさになんで今って、もちろんね、12日が近づく前に、逆にね、そういうこともお話ししておこうっていうのもありつつだったのかなっていうのもあるんですけど、やっぱりこう、使命を持ってそういうお仕事に多分自衛官って疲れるのかなと思ったので、仲間たちの汚名を晴らすじゃないけど、副キャップは優しいな。そういう気持ちがあったのかなって。ある。そういう気持ちはあるよ。そこを願ってます。そうであってほしいと。例えば、自衛官出てきた話をしますってなった時に、簡単に私話しますと言って、絶対話せないよね。テレビ番組に出てきて喋るってことはないんですよ。ないですよね。ってことは、自分発信では難しいんですよ。局側発信ではできるわけですよ。制作会社発信ではね。ってことは、本人の意思ではないよね。まず一個そこですね。あとは、考えられることは、あれ実はね、いろんな説があったんですよ。例えば、飛んでる飛行機に対して撃ち落とした。アメリカが撃ち落とした。で、日本が撃ち落とした。本当の事故だった。いろんな話があって、うやむやになってた。でも、その中においてね、実は、どんどん現代になってきて、科学がもっと進展してきたことによって、現場に行ったりとかね、いろんな人が喋ってみると、いや、これは、航空燃料の燃え方じゃないってことは、もう確信に迫るぐらい答えが出てきたんです。これは間違いなく焼かれてるよね。火炎放射器でっていうところまで調べて、実は答えがもうほぼ 99% 出てるんですよ。で、それに対して話がそこにまとまってきちゃったから、慌てて出てきたっていうのがあるよね。そうじゃないでしょっていう。じゃないといちいち出てくる必要がない。だって別にそうだっていうふうにみんなが言及したわけじゃないから。いちいちそこに出てきたってことは、言い訳に来たってことでしょ。犯罪者は事故現場に戻るじゃないけど。そういうことになっちゃってるんですよね。ご本人はそこに別に関与したわけじゃないし、本人は本当にやってないと思って喋ってるかもしれません。でも実際は、いろんな、その方が語るよりも、現場に落ちていく瞬間をたくさんの子供たちが見てたんだけど、それはどうだったのかとか、現場までオートバイで全部入っていって、見ているのに、返されてしまった人たちもいるわけですよ。で、次に行った時には現場が変わってたっていうのも、それであるわけでね。物事には闇があるよね。僕実はね、森永卓郎さんが生前ね、このスタジオにいらっしゃったのよ。で、その時に僕、森永さんと世間話したの。その時に123便の話と、あと財務心理教と2本立てにして本を書いてたんです。123便ってどうだったんですか森永さんって聞いたら、私はどうだったとか以前に、それを番組とかラジオとかね、テレビとかで喋ろうとすると、財務心理教の話と123便では、123便の方がはるかに強い圧力でダメだってなりました。財務心理教もダメだ。編成に聞いていますはあるけども、もうそれ以前に現場レベルで
123便はもう絶対触れてはいけない。触れたらあなた終わってしまうぐらいまで私言われたんだよね。私は真相を知ってるんだよね。だけど死ぬまで私はこれ言えないんだよね。生きてる間言えないなって思ってた。だけどもう追い先が短いってなったから、今喋り始めてるんだよって話をした。それはやはりメディアも含めて、実は周知の事実でね、これは絶対触れてはいけないよっていうような流れになってるってことは、もっと高いとこからの筋でなんかあるんだろうねっていう気はします。じゃあそれは実際何なんですか？作品で言えばね、自衛官が間違って落としたと思うんですよ。撃っちゃった。はい。演習してたんで、海。その時ちょうど。それで撃ってしまって、で、コントロール不能になってしまって。そんな撃ち落とせる高度を飛んでたってことですか？羽田から飛び立つでしょ？はい。ぐるーっと回って旋回した、その下にいたんですよ。たまたま。新しい、いわゆる軍艦って言い方しちゃいけない。いわゆる自衛隊の船があって、そこで一応演習してた。青い、弾をかけて撃つっていうのをやってて、そのところで当たった。と僕は思ってます。じゃあ事故だった？事故です。で、もちろんそれは民間機ですし、ちゃんと言えばいいじゃないですか。間違えましたって、ごめんなさいっていうのもありなの。ただ日本ってそこ隠す癖あるけども、それは絶対に言えない理由が一個あったんですよ。その時の首相は中曽根さんなんですよ。中曽根さんっていうのは、いわゆるタカ派。日本を軍国化していった、首相、その時の首相でね。それを、もしも自衛隊機が間違って撃ったってことが分かっちゃうと、彼のやってきたことや進めてきたことが全部なしになっちゃう。ほら、こんなこと起きるじゃん。何やってんだよ。日本にこんなことさせちゃダメだよ。なんでミサイルなんか持たせるんだよ。あの時代、トマホークとかね、認められた時代ですから。その時代に、それが民間機撃ったっていうのは無理でしょう。想像ですよ、皆さん。ごめんなさい、今、森永さんの例が降りてきてる。森永氏は。ちょっと今、森永さんの責任になってますか？ちょっと。森永だけどね。抜けて、戻ってきてください。隊長。隊長。3人しかいないんで。死に調べなきゃいけない。ちょっと、責任転嫁されました？いや、でも本当に、大丈夫ですか？でもね、僕は冷静に考えてもね、そういうことだと思いますよ。そっかー。やっぱり、だからといって、じゃあ民間機を撃ち落としたっていうところから見たら、みんなは、ダメだ、なんてことしてくれたんだと思うかもしれません。もうこんな持っちゃいけないと。でも日本の海軍が弱ければ、もうとっくに日本はもっと先に攻められてるんですよ。僕は台湾海峡も来てたと思いますよ。日本がいわゆるイージス艦というね、500発撃ってきても500発対応できるとかね、そういうものをね、持ってなければ、とっくの昔に中国はいらっしゃってたと思います。そう考えたら中曽根さんの気持ちもわからんでもないし、中曽根さんも苦しんだと思うんですよ。だから彼は死ぬ前にこの問題は私は墓場に持っていくって言ったんですよ。実は違うところに真相があるところ友達は言ったの。彼は。それもなかなか実は報道でも流さなくなったけど、自分で喋ってください。中曽根さんは談話で残します。事実は違う。だけど本当のことは言えない。これは私は死ぬまであの世に持っていくと。言わないと。過去のことですけどね。真相を究明するとそういうことになってくるわけですよ。大丈夫ですか？このコーナー、だいぶこうやって表意もして下ろさないといけないレベルですけど。表意された瞬間から僕じゃないんで。YouTube 運営の皆さんも含めてね、森永さんをバーしてください。たまに森永さん降りてきますか、僕。そういうコーナーでございます。だって森永さんは俺たちの歌も歌ってくれたしね。そうですね。もう表意体制です、僕ですよね。僕か。隊長です。隊長オンリーです。でも本当にね、たくさんの方が亡くなられて、そしてまだ4名の方がね、ご生存なさった方々生きてらっしゃってね、もうそろそろみんなやめませんか、この話ね。その日が来たことによって鎮魂するとかね、みんなでこう手を合わせるということは大事ですよ。そういう事故が起きないようにっていうね。だけど、いちいちこの暴いていくってことをしてもね、皆さんそれぞれも生活の中にもね、表と裏があってね、人間ってやっぱりそれで人間だと思うんですよ。僕は、正しいことも間違いも含めて歴史だと思ってますから、そこは、そういうことだったんだなってことを分かった上で、日本政府もね、
同じミスが起きないように是正したと思います。まあそうですよね。その事故があったからこそ、それ以降ないから。っていうことですもんね。そんなことは。他の国ではいっぱいあるんですよ。日本は、その1回だったと思います。でそれ逆に言ったら、そう撃ってしまった隊員とかね、その人たちも、もう大変ですよ、それはね。そのままね、横田に行けばよかっただろうとなるけども、そうなったら今度はまたそれでね、助かったかもしれませんが、長い目で見たら、たくさんの人たちがもしかしたら、中国、他の国に攻められて、大変だったかもしれない。それはね、前後で考えるとね、どれが正しかったかないしね。その時の政治家であった中曽根さん含めたね、中曽根内閣の判断を僕は正しかったというふうに思っていますよ、実は本心ではね。ただ、隊員長としては、森永さんに表してもらわないとね。なかなかお伝えできなかったっていう内容ですね。また呼ぶかもしれませんけど、今度。森永さんいろいろ知ってるんで、真相究明隊員のね、名誉隊員なんで、名誉会長ですね。なかなかあのように帰ってくるんでね、また戻ってきますから。わかりました。はい、ご冥福をね、お祈りしております。はい。真相究明シリーズ第1弾いかがでしたかね。他にもね、皆さんこれ究明してほしいだとか、これって真相どうなんですかっていう気になることがありましたら、ぜひぜひコメント欄の方までお待ちしております。これだけは皆さん聞いてくださいよ。この究明シリーズ、他と違うのは、僕が表紙下ろしますから。森永さん以外にも、いくらでも下ろしますよ。それは究明できますから、どんな分でもね。そこを皆さん理解した上で、コメント欄ください。はい。もう大丈夫さ、Close your eyes、静かに